ご視聴ありがとうございます。今回は、8両化が進むあの路線を走る、2本しかない変わった編成のご紹介です。一見普通の8両編成に3種類の内装が混ざり込んだ事情を、車内の映像とともにお届けします。製造から微妙に時間が経っているこの車両が歩んだ道のりにも注目です。今回の始まりは、都営三田線の三田駅です。この路線は、東急目黒線、東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道線の4社が関わる路線網を構成しており、長らく6両編成で運行されてきたところ、5月14日から8両編成が走るようになりました。以前別の動画でご紹介した、新型車両の6500型や、東急電鉄から乗り入れてくる車両の中にも、8両で運行される編成が現れています。また、8両化に合わせてホームドアの更新も行われています。このホームドア更新を特集した動画もありますので、概要欄から見てくださいね。ただし、今のところ8両で運行される列車は固定されていないらしく、各種時刻表にも区別できるマークはありません。そして今回ご紹介するのが、そんな8両編成の中にある変わった編成です。東京メトロと埼玉高速の車両は三田線には乗り入れないため、仙台の列車は都営か東急の車両で運行されています。やってきたのは乗り入れ先の東急の車両。先頭部の右側には8両編成を示すステッカーが。この車両は目黒線を走る東急の3形式で2番目に新しい5080系です。元は6両編成だったのですが、新たに2両を増結して8両編成になりました。この車両の歴史に触れながら内装を解説していきます。5080系が営業運転を開始したのは2003年3月のことです。田園都市線で2002年5月に営業運転を開始した5000系をマイナーチェンジした車両で、6両編成が10本製造されました。なお、番号で言えば、5080系より東横線の5050系の方が数字が小さいですが、営業運転を開始したのはこちらが先です。最初にご紹介するのが、東急線日吉寄りの先頭車、5889号車。車内はこんな感じです。床面と妻面、窓上の表示器は青系の色としつつ、座席の赤が目を引きます。E231 系をベースとしていることが、窓の構造からわかりますね。ドア部分で黄色い滑り止めがあるのは外側のみで、内側は滑り止め加工が施された、床面と調和の取れた仕上げです。車内の化粧板は、天井と妻面上部以外は模様の入ったものが採用されており、デザイン性にはこだわっているのがわかります。ドア部分も金属むき出しではなく、模様入りの化粧板が貼り付けられています。そしてこれらの化粧板は、場所によって色合いや模様の入り方が少しずつ異なっています。一方、網棚は文字通り金網でできており、時代を感じさせる部分になっています。本家の E231 系はステンレスのパイプを並べた仕様だけに違いが目立ちますね。E231 系に倣い、それまでの東急の車両とは違って、車両番号などはシール式のステッカーとなりました。なお、1000の位が形式、10と1の位で形式と編成番号、100の位で車両内の位置を示しています。車両内の位置は東急線内の上り方から順に付けられており、この車両は製造時は6両目だったのを、8両化に伴って改版したため、100の位の数字が6から8に張り替えられているのがわかります。変化したのはそれだけではありません。ドア上にはかつては4対3のモニターがあったのですが、現在では16対9の2画面モニターに交換されています。左の画面は広告などが流れるだけですが、右の画面はヌルヌル動くアニメーションもついたタイプで、見やすい案内でサービス向上に役立っています。この画面の前の蛍光灯には、蛍光灯一体型の車内防犯カメラも設置されています。これは1両につき4台設置されているもので、この防犯カメラをはじめとした首都圏の鉄道会社の安全対策を特集した動画もありますので、概要欄から見てくださいね。なお、先ほどの映像にもあった乗務員室後ろの仕切り、相鉄線直通用の機器を追加搭載したため、向かって右側の窓が埋められています。時代とともに改修されている一方、床面は細かな傷や汚れも目立っており、座席の下には靴が擦れてできた楕円形の跡があるなど、年季を感じさせるものになっています。この内装の車両は、日吉寄りの3両と逆側の3両であり、いずれも2008年に東急車両で製造された車両です。
一方、隣の車両に移ると、様子が大きく異なっています。床面は濃淡の木目調で、ドアの前だけ仕上げが異なるということはありません。最近の新車だと、ドアの前には滑り止めのついた部材が置かれている場合が多いだけに、ちょっと変わった見た目です。化粧板にも木目模様が入っており、先ほどの車両とはコンセプトが違うようです。座席の色合いは落ち着いた緑色で、袖仕切りは干渉を防げる大型のものが採用され、間にあるポールは非光沢仕上げになっています。そして車両の端には、ユニバーサルスペースが設けられています。つり革は上下方向に長い三角形で、網棚の構造も板に穴をパンチしたタイプと、先ほどの車両とは全く別物になっています。また、ドアについているステッカーは、最近地味に勢力を増している円形のタイプです。改めて比べてみると、内装だけでなく照明の色合いも異なるため、違いがよくわかりますね。この車両、田園都市線の5000系として後から製造された車両にも似ていますが、床面のデザインが大きく異なるほか、座席も5000系のような高めの背もたれにはなっておらず、窓がないところにある黒いクッションもありません。そしてこれまで見てきたところからも想像できる通り、こちらの車両の方が、先ほどの車両よりも後に製造されたものです。名板を見ると、2021年に総合車両製作所で製造されたことがわかります。そしてこの車両こそが、この編成を8両にするために製造された2両のうち、片方の車両なのです。ただしこの編成の内装は、全部で3種類。そう、8両化に伴って増結されたのは2両ですが、もう1両の内装は、これとは異なっているのです。さらに隣の車両に移ります。床面はグレー。側面と天井は薄いアイボリーという癖のない色合いの中、妻面の化粧板とオレンジの座席が目を引きます。前の2つの内装でも座席の背もたれには模様が入っていましたが、割と控えめな感じだった背もたれが、この車両では車内で一番目立っています。座席周りのデザイン自体は最初の内装と同じですが、色合いが異なるだけで、全く別物に見えてくるのが不思議ですね。つり革の形状や、座席中央のポールの仕上げも最初の内装と同じですが、一方で2番目の内装と同じところもあります。網棚の作りは2番目の内装と同じであり、ドアステッカーも円形と、両者の仕様が少しずつ混ざっています。また、ドア前の床面が他と同じ仕上げなのも、2番目の内装と同じですが、うっすらと長方形に仕切る筋があり、この部分だけ材質が異なるのかもしれません。そして、2008年製の車両と2021年製の車両の特徴が混ざったこの車両は、2017年に総合車両製作所で製造された車両です。今から5年前に製造されたこの車両は、もちろんこの編成の8両化のために製造された車両ではありません。2017年に製造されてからこの編成に連結されるまで、この車両が活躍していたのは、5000系が一切走らない、あの路線でした。この車両がもともと運用されていたのが、同じ東急の路線、大井町線。それまで5両編成で運行されていた大井町線では、一部の駅のホームを6両対応に延伸した上で、2008年に急行運転を始めることになりました。もともとこの車両は、急行列車専用の車両である、6000系の一部として製造された車両。6000系が2017年度下期より7両編成に増結されることになり、その時に新造されたものです。そしてこの車両が5080系に組み込まれたのは、2018年11月に大井町線で始まった、ある施策が関係しています。それが、大井町線で初めての座席指定車両、Qシートです。2018年3月に登場した大井町線の新車、6020系で始まったこのサービスは一定の成功を収め、6編成あった6000系のうち2編成にも、追加導入されることになったのです。Qシートの車両はロングシートとクロスシートを切り替えられる座席が採用され、各座席にはコンセントとカップホルダーを備え、車内 Wi-Fi もあるなど、他の車両とは大きく仕様が異なるため、既存の車両の改造ではなく専用の車両が新造され、7両編成の3号車に連結されました。この車両と入れ替わりで、元の3号車は2019年に編成から外され、目黒線の5080系の8両化に転用されることになりました。この時内装は変更されなかったので、5080系のうち最後の2編成は、3種類の内装が混在する異端編成となったのです。連結位置の関係から、特に4号車と5号車、6号車は、隣り合う車両それぞれの内装が異なっています。
順番に進む5080系の8両化ですが、6000系の余剰車は当面発生する予定がないことから、3種類の内装が混ざった編成は2本のみとなりそうです。また、運用に特段の制約はありませんが、南北線方面に乗り入れる運用に入ることの方が多いらしく、似た線内で捕まえるのはなかなか難しい車両です。ご視聴ありがとうございました。